こんにちは、こんばんは。グラシと申します。プロタクティクスファントムペイン海の娘に、このメンバーで挑戦いたしました。手短に、オープニングはしたいなと思います。プレイ動画の後に、ステータス画面を止めたりしたり、スローモーションね、追加した動画がありますので、もし、難易度5はクリアできたんだけど、難易度6がどうしてもっていうね、パターンが今回海の娘は多いんじゃないかなと何度もね挑戦して、なんかそんな感じに思いました。このメンバーで挑戦して、なんか攻略のね、お話ができたらなと思って挑戦いたしました。そろそろプレイ動画の方をお見せしたいなと思います。それではご覧ください。お父さんお茶食べなかって生きてるんです。追い打ち頼もしい。飛べ行くぞこの光で。好きだろ。任せてください。行くぞ光を前打ち倒す。甘い俺の番だ。響け。花よ進化をお見せします。日向ぼっこの時間ですよ。行くぞ一気に行くぞ。聞いてみよう。これで終わりだ。好きだらけだ。光を前任せてください。進化をお見せします。一気に行くぞ。聞いてみよう。行こう。すごいこの光で。花よ気をつけましょうね。行くぞ。行こう。光を前甘い砕けろ。任せてください。よっと守らなきゃ。痛いの飛んでけ。行くぞ好きだらけ。行こう響け。一気に行くぞ。好きだらけだ。聞いてみよう。行こう。一気に行くぞ。聞いてこれで終わりだ。光を前一気に行くぞ。ここは冷静に。花よほっとお父さん日向ぼっこの時間ですよ。行くぞ響け。
行くぞ。あっ聞いてみよう。これで終わりだ。チャンスはあるはず。チャンスはあるはず。隙だらけだ。光を前。聞いてみよう。この光で。花よ。チャンスはあるはず。行こう。任せてください。気をつけて指さします。一気に行くぞ。それではステータスをちょっと見ていこうかなと思います。倍速をかけてありますので、もうね、一瞬のような感じで見せていきます。特に変わり映えはないので、ベリーナからですね。新発見があるといいですね。で、ちょっと止めまして、ね、だいたいステータスこんな感じです。バリエーションですね。で、音階は亀さんで、全部自由ですね。で、一突してます。で、漂白者ですね。繰りだめ変わらず272。で、変わったところがありまして、音階これですね。変わってるところがですね、これですね。変装スキル、10にしちゃいました。迷ったんですが、入れ替えた時にね、やっぱり、バフとか、やっぱ載ってますので、ベリーナのバフとかね、やっぱりね、上げておくと、なんだかんだね、ダメージがね、入るんですよ。なので、ちょっと上げることにしました。やっぱり一撃一撃がね、やっぱ大事なんで。で、やっぱスキル上げておくとね、168.99 と。なってますので、そこにね、バフとか乗れば、さすがにね、3万だ、5万だは入りませんけど、ね、1万5000とか、2万ぐらいは入る可能性もあるので、こちらで、こんな感じですね。で、タウキは変わらず、ディスコードを多分レベル90にとうとうしたって感じですね。多分遅いでしょうけど、なんとか素材を確保して、やっと90になりました。変わったところといったらそれぐらいですかね。こんな感じです。それでは画面を停止したり、スローモーションになっているところを見ながら解説しているパートがありますので、引き続きご覧ください。それではどうぞ。ここまでご視聴ありがとうございます。それでは行きます。まず冒頭ですね。強振動を意識して変わっていくのですが、ちょっとね、距離がありまして、タウキのはちょっと外れちゃってます。でもね、誤差のね、範囲内なので、続行しまして、共鳴解放の無敵時間で海の娘の攻撃を回避してますね。で、入れ替えまして、で、こちらですね、スローにしてあるんですが、このね、赤い目がなんか光ったみたいなね、このエフェクトが来たら、かわしてください。これに当たってしまうとですね、結構大きなタイムロスになってしまうので、できれば必ず避けたいところです。当たるとですね、ものすごく高く操作キャラが打ち上がりましてですね、で、その間、海の娘が旋回をしてですね、操作キャラを掴んでですね、また上に行って下に叩き落とすという、
すごいね、タイムロスになってしまうので、必ず避けましょう。で、次が、これね、回転があるので、これかわして、で、結構ね、行ったり来たりしますね。本当にね、その場合はもう変わって、もう強心度を削りつつ近づくって感じですね。で、入れ替えて削っていくと。で、こちらですね。これがね、結構テクニックが必要で、まず避けますね。回避して。で、この時にパリ判定の枠が出てくるんですよ。でも、その枠に集中してしまうと、これに当たるんですね。この丸い水の塊に。この塊を回避してから、回避反撃で、当たりに行くと。これ今、初めて出てきて、これは成功してます。で、後に出てくるのはね、失敗してるんで、その時また説明いたしますが、もしこれで近づけなかった場合は、変装スキル。ベリーナとかでもいいですし、別のサブアタッカーでもいいですし、この枠が出てきた時に、ここですね。で、変装スキル。キャラを変える。そうすると、パリできるので、入れ替わってね。もし弾避けるにね、集中したい。でもパリしたいってなったら、このタイミングで入れ替えてください。そうするとね、パリできるはずなんで。で、結構ね、その海の娘の浮遊時間がね、長いんですよ。なんか調子狂うんですよね。日向ぼっこの時間ですよ。ブレイクして、早送りしますね。で、ここは浮遊してるだけなので、ここも早送りしてます。で、ダウンさして、削りに行きます。で、このね、一旦離れた時に、結構これが来る確率が高いんですけど、これがね、結構早くて、こう出たなって思ったらもうね、下に入るという、海の娘の下に行くようにすれば、ダメージはあまり来ないかなって感じですね。無常の詐欺と同じですね。懐に、お腹の真下に行くと、安全ですね。で、削りに入って、で、これが、なんて言ったらいいんでしょうね。ジタバタって言っちゃいますけど、こうやってね、1回来て、で、次に2回来て、で、その次が回転しながら詰め、で、大振りからの叩きつけ。で、そしたらね、なんて言えばいいんだろうな。ベリーナがいるので、一応ベリーナに変わってますが、できれば距離をこう離れられるような仲間に交代しまして、距離を離したいですね。で、そうすれば、こう避けてね、離れられるので、これが結構広くて、この超音波みたいなね、声を、雄たけびかな？ダメージ判定があるので、結構痛いんですよ、これ。で、タイミングを見て、今ね、パンって落としたと思うんですけど、それもね、当たり判定があるので、で回避して、で、入れ替わりますね。で、後ろに離れながら来るのはもう尻尾の攻撃なので回避して、で、一旦上で、宙返りかな。して、それで下に行きますね。で、ここで回避ですね。今、これが来てるんですけど、来ないパターンもあるんですよ。来ないパターンだと、もう下にゆっくりこう降りてくるので大丈夫なんですけど、この攻撃が来る場合、今これ溜めてますね。
出が早いんですよ。これですよ。なので、これね、これがもう見えたら、もう、海の娘の真下に進みながら、回避ボタン。それで、かわせるはずですね。で、あとは下に来るので、削りですね。これ2度目ですね。で、これで回避して、タイミングがずれる時があるんですよ。距離かな？この水の玉の距離だと思うんですけど、これ回避してるんですけど、もうね、これじゃあちょっと遅いんですよね。で、こういう場合は入れ替えた方がいいですね。この時は、今見返しても、入れ替えるべきだったなって思いました。で、ここで変わってしまうんですけど、当たってしまうというね。なので、高さも結構この水の上にも判定があるというのをね、ちょっとお見せできたかなと思って、この動画にね、いたしました。このね、ただなんか浮遊してるだけの。この時間がね、なんか気に食わないんですよね。で、攻撃が来ます。で、こうやってね、水の玉を出しながら、下にね、来るんですけど、これもね、残るので、かわしてね。で、あと削るだけなので、早送りしまして、で、こちらですね。これかわしながら、プレイ動画のパターンだと真ん中にね、行きますが、この解説のパートの後に、この同じシーンの時でこういう場合もできますよっていう動画を用意してあるので、それはね、この後に流します。これかわしながら、で、ここですね、もしかわすのであれば、今、ピカッとね、光ったと思うんですけど、この光ったのが合図です。この光を見て、自分は回避ボタンを押してます。で、ここですよね。で、竜巻が来て、降りてきます。で、これ削りながら、避けながらね、削っていきます。これはなんでこういうことをしてるかっていうのも、後でお話しいたします。動きを見てね。で、これが来たので回避しながら、真下にね。で、だんだん竜巻も迫ってきてるので、外側にね、移動してます。で、ここで、今日は破壊をして、削っていきます。これね、ただ浮遊してるだけなんで、早送りしてます。で、すぐベリーナに変えて、削っていきます。で、こちらですね。これが結構ね、頻繁にやってくるので、避け方は覚えておいた方がいいかなって思います。この上から下にね、払い攻撃が来ると、このね、水の竜巻が召喚されるんですけど、最初はね、この海の娘のいる位置から、海の娘の後ろの方に行くように、移動してたんですよ。水のね、この竜巻から離れるようにしてたんですけど、爪の攻撃、この後ね、2回、今1回目、海の娘の1回爪攻撃しまして、またこれ2撃目なんですけど、結構ね、当たってしまうんですね。なので、海の娘から離れるようにしたかったので、竜巻の方に、移動してます。回避しながらね。で、パリー判定のタイミングが来たので、ここですね。これパリーしなかった場合、まあ言ってしまうと、強調ですね。強調の噛みつきみたいな、続きなのか、噛みつきなのか、なんかこうガブガブガブみたいな、
あの攻撃ですね。まあ、なので、まあ、パリできれば、まあ、パリの方がいいかなって感じですね。回避もいいですね。で、削りながら、ブレイクして、さらに削っていく。ね、無駄な浮遊時間があるんで、ほんとこれ何なんだろうなって。まあ、ありがたいですけどね。で、これが外れてしまったんですけど、まあ、なんとかね、回避して、ここも回避して、で、ここもね、回避して、で、回避して、まあ、入れ替えなくてもいいかと思って、走って、ね、漂白者がめちゃくちゃ走って、で、入れ替えて、で、漂白者に変わって、で、これで最後と。まあ、こんな感じですね。じゃあね、もう一個のパターンの、竜巻のね、パターンをお見せしたいなと思います。まあ、大体ね、攻略をね、多分見ると、大体そうかなと思うんですけど、まあ、ここまで離れちゃう。まあ、ここまでいれば、まあ、まずね、この攻撃だけ避ければ、範囲がね、あそこまでしかないんですよ。で、次ですね。この竜巻がですね、結構、ここまで来るんですよね。ここまで来るんですよ。で、なんで、自分のね、プレイ動画で真ん中にね、行ったかというと、まあ、ここまでね、出てくるのを待たないといけないから、それが結構ね、タイムロスになってしまうんですよね。まあ、なので、もう真ん中にいる間は真ん中で戦って、で、海の娘が、今のね、回転突進みたいなことをしてくるので、それに、ベリーナの変装スキルでついていくっていう感じですね。これぐらい、今回はね、こんな感じで終わろうかなと思います。エンディングトークに行きます。いかがだったでしょうか？エンディングトークになります。海の娘、シナリオで、ルパと戦闘してね。いや、シーンは本当に鳥肌が立った思い出があります。かっこよかったですね。ルパンもかっこよかったし、海の娘も良かったし。まあ、ただ、ホロダクのね、海の娘と、まあやっていて、そうですね。難易度6で、まあ5とかでもやってきてたのかな？水のね、渦。まあ、あれが結構嫌な攻撃だと思うんですよ。まあ、だけど自分が一番気がかりなのが、なんか倒した感じがないという、腑に落ちないというか、こうやり合った感がないんですね。まあ、やっぱその理由が、何なんでしょうね。なんかこう、力を貯めてるのか、ね、次の行動、攻撃までの行動に、こう、タイムラグがあるというか、翼かな？翼をこう、パタパタするだけで、何もしないっていうのがありまして。まあ、あれでね、結構ダメージが与えれるっていうのがあるんですけど、あれだと、結構、なんていうのかな。攻撃の種類、海の娘の。結構定まらないというか、結構バラバラだったんですよね。まあ、なので、結構掴みにくいなっていうか、戦いづらいなっていうのがやっぱありましたね。なんだろうね。まあ、それがなければもう、倒したーっていう感じだったんですけど、なんであんな仕様なのかがちょっと、まあ、ハテナが浮かんじゃってるんですよ。まあ、倒せればね、まあ、みんな文句ないとは思うんですけど、なんかなーっていう。まあ、漂白者でね、まあ、倒して、結構今までの倒してきた、まあ、フェイタルエラーとゼノコロサス以外ですけど、体力が海の娘があるイメージ、今回動画を撮ってみて、あれなんか体力多いな、みたいな。だって止まってるさなか削ってるわけですから、早めに倒せるはずなんですよ。なのに、なんか、時間ギリギリっていうね。まあもちろん旋回してね、時間があると思うんですけど、まあでもちょっともうちょっと難しいんだけど、倒しがいがある方が良かったなっていう正直印象ですね。まあ攻略に関しては、まああんまりそうですね。まあ、漂白者でやり合いましたけど、できれば離れて
削った方がいいかなっていう感じですね。結構攻撃までのモーションが結構わかりづらいっていう、感じでした。なので、どうしてもね、あと星越え20欲しいんだ。で、ホロタク、星越えじゃないんですってね。呼び方。星越えって俺自分言ってたんですよ。せいせいって言うんですね、あれ。せいせいが足りないと。あと20足りない。で、ホロタクが海の娘の難易度6しかないっていう場合に、遠距離で削ってるけどなんか難しいなって思った場合は、漂白者入れてもらって、停滞スキルですね。あれを駆使して、強いそのメインアタッカーに交代して削っていくっていう感じもいいんじゃないかなって思いましたね。ベリーナとか、ショアキーパーとか、モーニエとか、バフをね、こう、全体に発動して、収装スキルで発動して、全体に、共鳴スキル効果でもいいですし、全体に発動して、で、漂白者に交代して、で、削って、その後にメインアタッカーに交換して、一気に削るっていう、パターンもいいんじゃないかな。強振動を削るやり方が合ってる感じでしたね。やっぱひるませるのが大事かなって思いました。ひるませてね、削るっていうのが結構向いてるステージだなって思いました。今回はね、こんな感じで終わろうかなと思います。もうゼノコロッサスにね、挑戦してまして、次回はですね、ちょっとタオキを交代しようかなって思ってます。それはね、次回のお楽しみにしてもらえたらなと思います。短いかもしれないですが、こんな感じで終わろうかなと思います。それではまたご視聴ありがとうございました。